こんにちは。こんにちは。今回はその習慣、歯列矯正レベルで断ち切るについてお伝えしていきます。その習慣ってどの習慣？その習慣です。どれですか？復縁したい彼がいるとして、なんでなかなか叶わないんだろうって思うこととか、それが習慣？違いますね。でも、広い意味では、それも習慣かな。とにかく、習慣なので、これまで自分に染みついてきたゆえに、自動反応するときに出てくるパターンみたいな感じですかね。自動反応するときに出てくるパターン。そうそう。ってことは、例えば、彼に連絡を取って会ったらそっけなくされたっていう出来事があったとします。はい。すでに今イルルが言った言葉の中にも自動反応は入っていますね。どれ？そっけなくされたってとこです。そっかそっか。その事実としては彼に連絡を取って会っただけだね。で、はい。彼に連絡を取って会った、ここまでが出来事なんだけど、そこにそっけなくをくっつけた。で、これが自動反応ですね。そうです。自動反応だから、今のイルルのように、そっけなくされたってつなげてしまうのはしょうがないんですね。で、この自動反応、他にどんなものがあると思いますか？いろいろあるよね。優しかった頃の彼と違うとか、私ってその程度なのかな、もう無理ってこと、じゃあなんで会ってくれたの、他に好きな人できたのかなとか、私大して可愛くないもんな、スタイルも良くないし、もう眼中ないのかな、関心ないならどうして会うんだろうとか。ストップだって自動反応を上げろって言ったから。分かってますけど、はい、あまりにも押し寄せるエゴの嵐でイラッとしますよね。イラッでね、イルルさん。はい。この今言ってくれたエゴたちが、全部習慣と言い換えることもできるんです。習慣。はい、習慣、思い込み、思い癖。彼に連絡して会ったっていうただの出来事に自動反応するさっきのエゴか。それが習慣ですね。はい、そうです、そうです。そっけない。優しかった頃の彼と違う。私ってその程度なのかな。もう無理ってこと？なんで会ってくれたの？他に好きな人できたのかな。私大して可愛くない。イルルさいやでもこれでしょ。この自動反応たちだよね。はい。で、この自動反応は、これまで生きてきた常識とか、観念とか、経験、体験、そういうものなんだって思ってパターン化したこととか、そうしたものが強力に働いて出る反応なんです。それって例えばだけど、彼と連絡取って会ってそっけなかったからもう無理だって自動反応したのは、昔誰かと会った時にそっけなくされてからその人とうまくいかなかったみたいな経験がインプットされてて、そっけなければ無理みたいな形で反応するって感じ。それだけじゃなくていろいろあるんでしょうけど、とにかく誰かがいつもと違うイコール良くない兆候じゃないけどさ、そういう風に結びつけるみたいなのがこういう形で出るっていうかね、言葉にできない部分でもいろいろ真相ではあるんでしょうけどね。そうだね。で、この習慣、思い込み、思い癖っていうのは変えられるってことだよね。もちろんです。彼に連絡して会ったら、そっけなくてもう無理だと思った。この習慣を変えるとどうなるか。彼に連絡して会ったら、そっけないから、うまくいってるみたいにね。そっけないからうまくいってる？はい。
そっけないからうまくいかないと思う人が多いと思いますが、そこを変えていきます。そっけないからうまくいく。なんかちょっとすごい強引な気がするな。そっけないのにうまくいくと思う人なんていないよね。だからそこなんですね。どこ？そっけないからうまくいくって強引な気がするじゃないですか。でもさ、これまでの習慣を断ち切るには、このぐらいの強引さがあってもいいのかなと。まあそうだよね。じゃなきゃすぐにまたそっけないからうまくいかないに戻っちゃいそうだよね。そう。習慣って、そうそう簡単に断ち切れないんですよ。いるるさん、毎朝コーヒー入れるのを、今日から紅茶に変えろって言われても抵抗あるでしょ？かなりね。だって朝飲むコーヒーが好きだからね。なんで紅茶にしろって言われなきゃいけないのって思うかもね。そこですよ。朝のコーヒーを紅茶にする。これだけのことでも相当エゴは抵抗するわけですよ。朝のコーヒー好きなんだよ。取り上げるな。気に入ってたんだよ。どうして紅茶にするんだよみたいなさ。いや、もしかしてこれってさっきのそっけないからうまくいくの話につながるの？はい、ビンゴです。そっけないからうまくいく。は？何言ってんの？そっけないからうまくいかないだろ。そっけないからうまくいくなんて頭おかしい人だと思われるよと。そっけないからうまくいかないだよ。ゼロから国語の勉強やり直した方がいいよ。そっけなかったらうまくいきっこないんだよ。みたいなさ。こんな感じで新たな習慣であるそっけないからうまくいくを取り入れようとすると激しく反発するわけですよ。いやそうだよね。習慣を断ち切るときってエゴが大騒ぎしそうだね。はい。それでもそっけないからうまくいってるっていう新しい習慣を定着させようとするなら、歯の矯正レベルの覚悟は必要かなと。歯の矯正それほど前の習慣を断つのは痛みが伴うよってことかな。期間限定でね。ちょっとの間ですけど、それ変化させるわけですから、一時は習慣立ちする際に、矯正並みに定着させるまでは痛い時もありますよね、みたいな感じですかね。だって歯列矯正ってめっちゃ痛いよ。私前やろうとしたことあるけど、ですよね。お試し期間だけでもう激痛に耐えられなくて断念したことがあるもんね。すごい痛そうだったもんね。ですよね。で、これ、痛みを伴うよ、大変だよってことが言いたいわけじゃなくて、それほど習慣って強力に働くよっていうことが言いたいんですね。そっけないからうまくいかないから、そっけないからうまくいっているって真逆に思えるぐらいの転換をするわけじゃないですか。そうだよね。どうしたってそっけないからうまくいかないに戻りやすいよね。でも、そっけないからうまくいってるも単なる習慣なので、新しい習慣を取り入れちゃえばいいじゃんっていう提案なんですね。そうだね。定着するまでは矯正レベルでちょっと痛い時もあるけど、定着しちゃえば新たな習慣が普通になっていくもんね。はい。で、今回はたまたまそっけなくされたからうまくいかないを、そっけなくされたからうまくいってるっていう風な感じで例を出しましたけど、別にこの言葉は本当にあくまでも超一例で、要は自分にとって都合のいいことをどんどんくっつけちゃえっていう話ですからね。これって少し前にやった動画の、その思考を全部好かれてるに置き換えにも通じるものがあるので、ご興味ある方はぜひそちらも見てみてください。はい、ほんとそうですね。とにかく彼女ができたからもうダメだじゃなくて、彼女ができたからうまくいってるみたいな、一見支離滅裂に思えるようなことをどんどん習慣化していって全然構わないってことだよね。
はい、そうですね。あと、付け加えておきますけど、彼に連絡してあったっていう事実から、そっけないとか、もうダメだって自動反応するのはみんな同じなんですけど、その後で、事実と反応をいちいち結びつけない人、気にならない人は、その調子で特にすることはないのかなと思ってます。なるほどね。いずれにしても今回の動画もそうだけど、自分にとって楽だなと思えばやってみればいいし、やりたくなければやらなきゃいいし、あくまでも意識を転換させるヒントとして捉えてもらえたら嬉しいよね。そうですね。はい。はい、それでは今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。